リンさんとこで修行ね。どんな人なの？隼人とプロンティアさんを引き出して戦いを教えた師匠さ。800年前に魔族と戦った伊達天の生き残りでもある。魔族のはびこってた過去を知る唯一の人だよ。現存する伊達天の中じゃ最強の人さ。戦いを習うならあの人の下が一番いい。それに今はとにかく隼人か凛さんのそばにいないと危険すぎる。隼人からあの博士はロボットだったと聞いた。おそらく操縦者本体へ僕らのデータは全て送られたと思っていい。もし仮にあの魔獣より強い部下がいて今襲ってきたらそれでアウトだろう。修行として隼人と凛さんの近くにいれば、少なくとも殺されはしないさ。少なくとも？ああ、その前に凛さんに殺されるかもしれないけどね。正直なところ修行なんて全く気は進まない。昔僕も隼人と一緒に。私はこの時イースリーが言ってることは何を大げさな、そう思っていたんだけど。死にやがれクソバカ！相変わらずひどいな。何よあれが修行？ただのリンチじゃないの。理論上伊達天の修行として間違ってはないんだけど。でも凛さん、理論なんて分からず素でやってるんだよな。それが恐ろしい。ねえイースリー、プロンティアさんのところ行って習った方が安全じゃない？消えた。これは久しぶりじゃのよ。50年ぶりくらいかの。今頃何の用で来たんじゃ。何このありえない殺気は。やばい、当初予想していたよりはるかに怒ってた。返答間違ったら死ぬな。これは多分言い訳なんて何を言っても無駄。それならば取るべき道は一つ。リンさん、過去に修行から逃げたのは事実。今さら虫のいい話かもしれませんが、今一度戦いを教えてください。イースリーの取った道は直、まっすぐに、ただまっすぐに直に申し出た。あたかも本心であるかのように偽装した。効果は絶大であった。
魔族と戦う使命にとらわれているリンにとっては、修行を放棄し人間社会で勉強をするイダテンなど、引きこもりエロゲを続けるニーと同然の存在。イースリーの今回の発言はリンにとって、息子が突然リクルートスーツを着て、今までご心配をおかけしました。今日から心を入れ替え働きますと発言された母親のレベルで感激した。そうかお主もようやく使命に目覚めおったか。おじいさま、リンは嬉しゅうございます。ところでイースリー、そっちの娘は誰じゃ。はい、新しいイダテンのポーラって言います。はじめまして。なんじゃ、お主が引き出したのか、それともハヤトか。いえ、私を引き出したのはプロンティアさんです。イダテンは自然発生するものである。その発生源は放置していても数百年で生まれるが、イダテンが干渉することで即その場から引き出すことができる。そして引き出されたイダテンは引き出したイダテンが師匠になる場合が多い。本来魔族を封印した場所から片時も離れたくないはずのリンが、時折ハヤトと共に世界を回るのは、発生場所を探し新しいイダテンを仲間にしたいからである。おお、プロンティアか。懐かしいの。あやつは200年ほどみっちりと鍛えてやったものじゃ。一人前と呼べる力を身につけとるのはまだあやつだけじゃな。へえ。ところでお主も修行するのかな。今でも後悔しているの。まあそのつもりですけど、どうして私はこの時否定して逃げなかったのだろうと。よかろう。かかってくるがよい。いきなり？でもまあ初めだし無茶はしない。ナム。なんじゃ、えらいもろいの。プロンティアのやつめ、何を教えておったんじゃ。戦いは何も教えてないだろうな。ではイースリーもかかってくるがよい。はい、よろしくお願いします。ポーラ、生きてる。喋れない。多分肺が割れちゃってるんだろうな。クソババアめ、遠慮なく叩きつけやがって。まだ顔面が痛えよ。おお、イースリー、ポーラ、どうしたよお前ら。ようやく修行する気になったのか。おいおい、ポーラのやつ死にかけちまってねえか。この様子じゃ3日は動けんじゃろうな。相変わらず容赦ねえな。ま、心配すんな。内臓なんか何十回か潰してるうちに大して気になんなくなっからよ。よし、ハヤト、もう一戦やるぞ。もうやんのかよ。イースリー、2時間後再度やるぞ。僕が修行から逃げたのはただきつかったからというわけではない。どう考えても毎日がこれでまともな修行だと思えなかったことと。なんで僕たちイダテンは発生した時点で自分の名前を知ってるんでしょうか。さあの、そういえばなんでじゃろうな。そもそも引き出しとは何でしょう。どういう理由で空間から僕らは自然発生してるんです。生物というものは無から自然発生などしないはずです。神だから別にいいのではないのか。ならばなぜ神である僕らは人間の形で人間の衣類をつけた状態で発生し、人間の言葉で話をするのですか。知らん。この人とは話すだけ無駄だと思ったからだ。我々の戦いは防衛ではない。甘ったるい思想もない。やることは単純な侵略だ。貴様らのやりたいことを言ってみろ。殺したいであります。奪いたいであります。怪我したいであります。何を殺したい。石像であります。何を奪いたい。金品であります。
何を怪我したい？上玉の娘であります。そうであります。一つも夫の前でシャーターをガチムチの王子様を。いや、それはないわ。正直でよろしい。すべて許可する。土地と資源はゾブルのもの。その他すべては貴様らへの褒美だ。好き勝手に奪ってくるがよいわ、けだものども。ご報告申し上げます。たった今、すべてのシーソルジャー出身のメンバーは帰還せよと大場美博士から緊急連絡が入りました。まあ、博士からだと。はい、いかがいたしましょう。このような戦いの真っ最中、帰還命令など。構わん。帰還するのは私だけだ。どうせ初めから勝ちの決まっている戦いだ。それとお前、もう少し後ろに下がった方が良いな。はミサイルが飛んできておるぞ。大将大将、目標命中。設楽大将はやったか。へっ、地乱装填、目標捕捉。バカ。高速戦闘機を1機用意せよ。後のことは任せるぞ。全て奪い去ってくる。はっ、了解いたしました。うん、今日はこの辺にしておくかの。よし。おいお前ら、そろそろ遊びに行こうぜ。まだ動けねえのか？シナ、殺される。ポーラ、なんか魚みてえな目になってんぞ。イースリー、この修行本当に意味あるの？完全にただのリンチじゃない？そんな風に考えてた時期が僕にもありました。でもちゃんと理にかなってるからそこは安心していいよ。修行に理屈もクソもあんのか？毎日戦ってりゃ強くなるに決まってるだろ。たく単純で羨ましいな隼人。普通は筋トレとか考えないか？でも伊達天には筋トレなんてそれこそ無意味なんだよ。体治るまで暇だから説明してあげようか。お前の説明はわけわからんからいらん。大丈夫よ、私は聞くからさ。道場っぽく言わないでくれよ。僕ら伊達天は人間も含めた他の生物とは細胞レベルで構造が違う。だから特訓後も大きく変わる。まず心臓を潰されても死なない。リンさんはこれを神だからで済ませるけど、魔族を心臓を潰されるといとも簡単に死んでしまう。心臓を潰されると血が体に流れなくなり、酸素と栄養が回らなくなるから。ここが僕らと生物と大きな違いだ。僕らは食事なんて一切取らないし、息だってしなくても問題ない。故に血が溜まっても問題ない。疲れると息切れとかはするけど、それはなんとなく癖でやってるだけに過ぎない。生物たちの癖で、僕らは現存する生物の思念をもとに構成され発生する。人間の形をしているのは他の生物に比べ人間の思念があまりに巨大すぎるというだけの理由だ。オーラだけ鳥の言葉が分かるにも、君を構成している思念に鳥が多く含まれているからだ。そこでそれとこのリンチな修行と何の関係があるか。隼人が言ってただろ。内臓なんか潰してるうちに気にならなくなるって。隼人の体はもう人間とはまるで別物。代わりに戦いに役立つようと思った生物でも説明できない何かに変質している。どういった変化をするかはそれぞれの思念に大きく左右される。力を高める肉体、ダメージを軽減する肉体、様々。そしてそのためには極限まで体を追い込むのが一番手っ取り早いってことさ。で、どのくらいかかるのそれ？だいたい50年から100年くらいかな。ごめん、無理。てかさ、急にそんな地道な修行を始めるなんて、イースリーそんなキャラだったっけ？もしかして魔族を実際に見て使命感に目覚めちゃったの？ん？僕がそんな風に見えるかい？ポーラ。ああ、すっごい悪いこと考えてる時の顔だ。おいババア、なんだそれ。なんじゃ。なんか服の裏についてるぞ。小さい鉄みたいなもんがよ。なんじゃこれは。機械ってやつかな。なんでこんなもんがババアについてるんだよ。知るか。おいおい、壊すんじゃねえよ。イースリーに見せたら何かわかるだろどうでもよいわ。壊してしまえば皆同じじゃろ。う。まあそうだな。そんなわけありません。ポーラ、僕らは生物の思念から生まれ出るってこの前言ったよね。お？でもただの思念があるだけでは僕らは発生しない。一つ必要な要素があるんだ。
救いを求める心。大丈夫、怖くないからね。神様。神様、どうか。どうか我々をお救いください、神様。それっておかしくない？救いを求める心が伊達天を生むって言うけどさ、私たち全然人間を助けてないじゃない。おかしくはないよ。戦争で人間を苦しめてるのは人間だろ。人間を救うため人間を倒すなんて意味がわからないじゃないか。ああ、それもそっか。人間同士争って国一つ滅んでもその分勝った方が新しく増えるから何の問題もないよ。そもそも人間だって草木がどれだけ入れ替わっても森が森であれば気にしないし、外来種によって池の魚が全部入れ替わろうがいい釣り場程度に考える。つまり立場的な差があるだけで基本僕らの思考は人間とあまり変わらない。でもそんな僕らでも人間を守る状況もある。例えば魔族。質問。あのギュードとかいう化け物が人間を襲ってるのを見つけたとして、もし君にリンさん並みの力があればどうする？やっつけるかな。なんで普段無視してる人間を今は助けようとしてるんだい？あれ、そうね、なんでだろう。魔物とは戦うように心が動くのかしら。違うね。ほっとけば人間が滅ぶからさ。人間も同じだよ。普段気にもしない森に火がつけば全力で消そうとする。今の人間は滅びにはあまりにも程遠い。なんせ同士同士私利私欲で殺し合える余裕があるほどに平和なんだ。その人間同士の暇つぶしによる無価値な戦いの中、無理に巻き込まれる多数の人間の思念から無意味に僕らは発生した。故に僕らは何もしない平穏世代の伊達天たちとでも言うのかな。神様なんていないのでしょうか。ただわからないことが一つある。魔族の存在理由だ。知ってるポロ？魔族を放置しておくと捕食と破壊を繰り返し、最終的に草一本生えなくなった死の世界で自分たちも飢え死にして死滅するらしい。意味がわからない。もし知能のある魔族がいるとしたら目的を聞いてみたいものだよ。久々だね。元気してたしてた？会ったの数年ぶりじゃないじゃない。相変わらずうざい話し方だな。ニッケル、上官に対してその口の利き方はよさないか。そういえばそうでした。敬語じゃないとダメでございますな、ピサラ大将。なんであの高さから降りられるんだ。それはそうと、今回の会議はものすごいございますよ。久々に楽しい会議になられる予感であられます。皇帝陛下、なぜ今回の会議に私は参加できないのです？お前には関係のない話だからだ。そうそう、あんたの仕事は政治でしょ。内政外交頑張ってくれればいいのよ。こんな侵略国家に外交もクソもあるもんか。はあ、さようでございますか。やあ、皇帝陛下殿。相変わらず幸薄そうなご尊顔であられまするね。先に会議室で待ってるよ。バイバーイ。それにしても敬語って疲れまするね、ピサラ大将。全然できてない上機嫌のようね、ニッケルったら。私たちも行きましょう。ああ、そうだな。この会議を招集したのは兵器開発局長大場美。やつめ、一体何を企んどる？影利き。はは。この一件調べてこい。仰せのままに。全員揃った？まだ博士が来とらんよ。
意味のわからんメンツが集結してるでござる。一体何を話す気でござろう。いや、皆の衆待たせてすまんの。それでは会議を始めようか。どうしたんですその格好は。うるさいの。いつもの体は伊達天の小僧にぶっ壊されたんじゃい。いつもの体壊された。それに伊達天とは何でござるか。まあそのおかげで今回の会議ができるわけじゃが、ではまずはじめにこの映像を。その前にちょっといいですか。なんじゃニッケル。過激くんじゃないの。まあ気になるのはわかるけどさ、盗み聞きはダメ。ごめんタケくん。気をつけてくれよ。それじゃあ始めてくださいませ。我々に人の姿と知能を与えてくださった偉大なる魔王様。では伊達天の映像を見てもらおうか。Tell me so down to the feeling, so let them better, better, show a little cookie. Let's hear.